それでは皆さん拍手でお迎えください。湯浅正明監督、森見富彦、先生、プログラミングディレクターの氷川隆介さん、お三方どうぞ。今ご紹介に預かりましたアニメーション特集のプログラミングアドバイザーの氷川隆介です。今日は、皆さんお集まりいただきましてありがとうございます。まず着席の前に一言ずつご挨拶をいただけますか。湯浅です、はい。よろしくお願いします。Hello, nice to meet you. I'm 湯浅。素晴らしい。はい。原作の森見富彦と申します。今日はよろしくお願いいたします。はい、じゃあよろしくお願いいたします。はい、じゃあまず早速なんですけれども、森美先生の方からこの東京国際映画祭というですね、非常に国際的な場にご自身の作品が、こうやって鑑賞されることについて何か感想がありましたら。はい。私小説を書いている、はい、しかも日本語で小説を書いているだけなので、あまり海外っていうのを普段意識しないんですけど、こういうアニメっていう形になってすごくその海外の方にも見ていただいてるっていうのは初めて意識するというか、はい、小説一人で書いてる時にはほぼ意識しないことだったので、それはすごく新鮮でした。なので、はい、こういう機会もあるんだというふうに思って嬉しいですね。はい、この映画祭ではですね、全ての作品に英語の字幕がついているので、ご自身の作品が初めてなんですかね、海外の方で触れてる方もいらっしゃると思うんですが、何かそういった方々ご自身の作品の特徴とかアピールがあれば。難しい難しい質問だったらなんかいいですね。はい。ですか、どうですか。はい。海外そうですね。僕も作ってる時は特に海外を意識、海外って特別に基本的に変わらないと思っているので、自分や日本の観客が楽しめれば海外の人も楽しめるはずだというふうに考えて作っていますね。後でね、翻訳したりする人が大変だったりとかいろんなことはあるんでしょうけど、森美さんの文体がどこまで伝わってるのかよくわからない感じはあるんですけど、特にその森美先生の作品は京都という、日本を語る上で欠かせない場所を舞台にしてるじゃないですか。そういったあたりどうですかね。はい、そういう京都を舞台にしたあるいは理由とか。自分がそうです京都を舞台にした原作の時ですね。いや、もともとは自分が暮らしていた、大学生として生活していた場所でよく知っている自分の身近な空間でこう物語を展開してっていうことから始めたことなんですけど、だんだん他の方々も皆さん京都に対して幻想を抱いていらっしゃるということが分かってきまして、で自分がいろいろ不思議なものを小説で書いたとしても、それを読む方々が京都だったらこういうことがもしかしたらあるかもしれない。だからリアリティの基準が京都の場合は緩くなるという。だからその東京とかとは少し違う風に読んでいただけるので、それが大変僕にとっては仕事がやりやすい。それで京都を舞台にすることが多かったですね。あれは実体験とかも含まれてるんですか。もう実体験っていうのはもうほぼ一番最初の作品だから、アニメにされてはいない一番最初の作品で「太陽の塔」っていう作品で使い尽くしているので、四畳半神話体系とか夜は短しに関してはほぼ妄想で書きました。そうですね。森美さんが言われたように僕もその口で、なんか森美さんの書かれてる小説がこんなことがあるのかみたいなことを読んで、僕も日本に住んでるわけですけど、でも京都行くとこういうことってありそうな気がするっていう雰囲気が京都にはあると思いますね。やっぱなんか昔からのなんか歴史的なことがすぐそこで起こったことがまだ残っていて、建物やなんかもそういう雰囲気が残っていて、なんか
すぐそこに地味猛量みたいのがいてもおかしくないような雰囲気っていうのがすごくあるなっていうふうに思いました。それは東京はかなり移り変わりが早いけれどもっていう対比として京都に魅力あるってことですか？そうですね。とか自治の感じが強くて、みんな大学でも自分のとこを、でだから本当に中に何があるかわからない部分がちょっといつもあるなっていう感じが隠されてる何か、とかすごくインテリの大学生がすごく汚いなんかところに住んでいたりとか、とてもね綺麗な服装をした人がそういう汚いところに住んでたりとか、とても不思議な感じがしましたね。なんかどうですか、森部さんは。実際住まわれた側からするといや、そういう感触っていうのはもともとその京都に住んでた大学生にはあまり最初は分からないことで、自然でそれが普通ですからね。まあ、僕自身もそういう小説でそういうことをいくつか書きながらだんだん、そういうふうに見られているんだとか、面白いというふうに皆さん感じるんだっていうのはだんだん知っていったという感じですね。で本当京都って大学生が一番多い町であって、大学生に適したようになんか町が最適化されてる感じがして適したようにというわからないですけど、だからやっぱ大学生の話を書くにやっぱ本当いい場所なんだなって勝手に想像。いや、一番いいところだと思います本当に。だからその大学生がこういろいろ好きに暮らすことを多めに見てもらえる街というか、ちょっとモノトロに許してもらう。そうですね。やっぱり東京とか、例えば東京だったら大学の外に出ればもう現実というか社会がそこにあるという日本の中枢的な。そうですね。やっぱそういう感じがしますけど、京都はそこにもうワンクッション、その大学生が大学のキャンパスから外に出てふらふら歩いていても何かこう受け止めて多めに見てくれているものがある、街の雰囲気があるっていう、そういう印象はすごくあります。海外行くと本当すごく楽しそうで、僕らの大学生活同じだねって言われるんですけど、でも東京は違うと思うよっていう話はするんですけど、だからそれとか逆に京都と海外がその自由さというかがつながってるのかなっていうふうに思いますね。でそれがまたそのアニメーションにされて森先生がご覧になった時どういう、つまり京都をまたアニメっていう外からなんか見るみたいな感じになるじゃないですか。あんまりその普段自分が小説書いてる時よりももっとその京都っていう街のその郷土っていうのかな、京都の街をその映像で見るっていうところがすごくその面白いっていうか、なんていうんですかね、すごく自分の小説でもすごく荒唐無稽な出来事が起こっていて、それを京都っていう街で起こっていることだっていうことを言い訳にしてこうリアリティを与えてるわけですけど、でも映像の場合もすごくそれが強く作用していて、京都の力だなとは思う。京都の街角でとか京都のその遠くの山々とかその古い建物とかそういうものがその映像の中に入ってくるとすごくそこでなんかその京都の街らしさというか現実感が出てきて、それはなかなかこう他の街とちょっと違うとか。いやだからそろそろ本題に入ろうかなと思ってでも初めて見た時は夜は短しをこうアニメ化する時は森見さんと僕一回もお会いしたことがなくて、上田さんっていう脚本家の方が森見さんといろいろアクセスをしていて、で上田さんから森見さんもきっとこうじゃないかなとか言いながらこうお話を進めていったんですけど、だから森見さんはあまり土地をそんなにご覧になってなかったわけではなくて、チェックはされてたんですか？映画を作ってる最中の進行っていうのは。普通絵コンテとか多分キャラクターとかいろいろ送られてくると思うんですけど、そういうのは見せていただいてました。そうですね。で最初に見たのがなんか試写会の劇場で見て、でそこでびっくりされたっていう。びっくりしました。試写会で、試写会に行った時に初めて見たんです。その夜は短い。全部つながってるやつ。で初めて見てすごくびっくりして、でその後森美さん
感想をお願いしますって言われて何も言えなかった。どこにびっくりされた？いや、なんでしょうね、やっぱり原作とはまだ違ってますからね。映画はその原作の流れとはまた違ったり、いろんなところが違う。一つの夜を一つにまとめてる。でそれが最終的にどういう感じになって、その最後の場面とかはかなりダイナミックな。そうですね。皆さんご覧になったばかりだと思う。原作とは全く、違うので、そういうところはそこで劇場で見て、こういう形になったのかと思って、かなりびっくりしてる。そうですね。原作ファンの方も今日初めてびっくりされた方もいるのかもしれないですけど、森さんも褒めようと思って見たのに想定外すぎてちょっとそういういや、そうなんですよ。でもこれは湯浅さんやからこうなるんだっていうまでに、本来は僕の場合しばらく期間が必要なんですよ。原作がこうなんだけど、これは湯浅さんがこのように膨らましてこういう形にしたんだ、だからこれはこういう形でいいっていうところまで、そのクッションが普通そういうとこで社交辞令とか言うもんですけど、森さんはあんまりそういうのはないんですよね。正直な方だなっていうふうに僕も思っていたんですけど、作った側としてはこう承認を得たいので、面白かったですか、面白かったですか、面白かったですか、でも大丈夫でしたよねって、みたいな。いや本当にすいません。だからその試写会の時は本当に帰る時に湯浅さんにもすごい申し訳ないことした。いやせめてだから面白かったっていうだけでも言えばよかったのに、単純にこう黙ってしまったから、なんかすごく嫌な感じで、原作者がすごいムッとした感じで帰ったみたいな雰囲気になってしまって、いやそういうわけではなく、いやその調整期間みたいな、その自分の消化するみたいな、消化する期間、噛み砕くとか、それはどんな映像かでも、だから今まで四畳半とか有頂天家族とか、この間ペンギンハイウェイも映像化されてましたけど、いずれの映画でも消化期間とか調整期間はいるんで、それは別に夜は短しだけがそうってわけではないんですが、でもとりわけ大きかったですね。大きかったですね。やっぱ大きかったですね。僕もショックでした。でもすごくわかります。僕もそういう経験。でも監督は仕掛ける側だから、もちいやろんびっくりさせようと思ったんじゃないと思う。僕もペンギン見に行った時、面白かったですよねって何度も聞かれて、綺麗でしたとか言う。でも後でちゃんと面白かったですっていうメールを送ったんですけど、すぐに答えられないんだなってすごく。僕も同業者が作ってる作品なんで、やっぱり技術的に見てしまって客観的な目となんかいろいろねごっちゃで、やっぱりちょっと混乱してるんですよ、見終わった後に。すぐ答えられない、こんな感じなのかなって。そうなんです。だから試写会の時は本当にその映画が終わった後に舞台の上に上がって湯浅監督に花束を渡して「森光さん感想を言ってください」まさかそんなと。いやそれ以来僕試写会には絶対に行かないようにして自分の中で適切な距離調整が終わるまでは絶対にその感想を要求されるような場には行くまい。この間のペンギンハイウェイとかも試写会には行きませんでした。学習して今後ももしそんなことがあっても必ず一旦落ち着いてからっていう。でも今いろいろ話しましたけど、湯浅監督的にね、この原作をまとめる時の肝でもあるわけじゃないですか、驚かれたところ。すごくまずは難しいと思ったんですね。森光さんの作品は本当文体というか語り口がすごく面白くて、そこによるとこが大きいので、それを取って内容だけをアニメーションにすると、これは森光さんの作品なのかなって自分が思うような感じの作品になってしまうんで、そこはできるだけめちゃくちゃ早口ですけどそれを入れるようにして、でも小説読んだ時はただ面白いなと思ったんですけど、あんまり僕読解力がないので、何度も作品作るために読んでいくとテーマが見えてきて、こういうことをテーマにしてるんだっていうと、すごくそのテーマ性にもすごく共感しますね。こんないいテーマで作品をしかも面白く、なんかそれが表に出すわけじゃなく、こういうふうに小説書かれてるんだっていうのがすごく
魅力的だと思いますね。まあそういう作品に関われるのもすごく幸せなことだというふうに思います。監督にとって乙女で一番その大事にしたテーマってのはどういうところですか？人と人のつながりですよね。なんか一見遊んでるだけのような無駄なだけどその中にちゃんとしたつながりがあって、なんかそれが人生を豊かにしているっていうところが素晴らしいなっていうふうに思いました。それはどうですか、先生の方から見て。そういう読解に関しては。いやそんなでもなんかあまり原作者がそれが正解だとか、いやそういうわけじゃなくて、それが映像化されたのとして見た時にね。そうですね。そこは本当にそういう形で、多分いろいろな原作とはまた変わったところとかもいろいろそういうところを踏まえてやられてると思うので、はい、それはどう言えばいいかな、それはそれでありだと思います。もしあれだったら一番印象に残ったところとか、好きなところとか、意外なところだったと。やっぱりびっくりしたのはクライマックスですけど、それ以外でそれ以外だとやっぱり自分でも原作でも好きだったんですけど、その夜の街をみんなで飲み歩いていく、デビューハクさんの電車が出てくるっていう本当に不思議な、その京都の夜の街の高揚感みたいなものは本当にすごく映画でもすごい体験できて、僕はすごく好きなところですね。でも最後のクライマックスもなんか何回も見てると好きになってくるんですけど最初はだから戸惑う、だからその自分の原作からゴーンって飛び出しているところだけど、なんか好きになってきますよね。ありがとうございます。これは正直に本当そうです。はい。ちょっとピンポイントの質問ですが、奇弁踊りってどうだったんですか、あれ。あのイメージは。いや、あれは明らかに湯浅さんの方が想像してる方が上な感じが自分の想像よりも当然上だった湯浅さんの描かれた奇弁踊りの方が僕はすごいと思いますが。いや多分実写だと実写でやることをアニメーションでやるとつまんないですね。なんか想像以下になってしまうので、奇弁踊りは実際よりも上に行くみたいな実際人間がやれない形で。そうですね、あれ倒れちゃいますよね、あれね。やっぱそこアニメーションならではの重要。やっぱアニメーションでやるにはってところで変えた部分っていうのも映画として一本でやるにはとか、そういうところでいつも原作を変えたってつもりはないんですけど、なんか置き換えてなんか自分たちができるようにしていくみたいな形で作らさせていただいてます。そうなんですよ。湯浅さんは湯浅さんが僕の原作を勝手に変えたとかそういうことは絶対僕は言わない。だからその原作から湯浅さんが想像したところまで全部含めてが湯浅さんの映画だから、全然僕はそれがそういうものであるべきだと思うんですけど、なんかどうも別に原作通りにやってほしいって僕が言ってるみたいな感じに聞こえたらそれは誤解なので、そんなことない。はい、それは違いますということを言っておきたい。なかなか確かにね、湯浅方もさっきおっしゃったみたいに文体を置き換えていくことだけでもだいぶ大変そうなねところがあると思うんですけども。そうですね。できるだけみんなが読んでる読みに近づきたいっていう気持ちもあるんですけど、どっちですか、イメージに近づこうみたいな感じですか。結局はやっぱ自分が読んだ感じなんですよね。僕は森美さんの「夜は短し歩き乙女」をこう読みましたっていう感想文みたいな感じになってるんですけど、でいろんな人の意見も聞いてこういうふうに読んだっていうそれも取り入れていこうみたいな感じでやるんですけど、結局は自分の読みになってそれしかできない感じがするので、そのまま置き換えることが無理なので、そういう形がアニメーション化としてはベストだろうなっていうふうに考えてそうさせていただいてます。まだまだ話は尽きないんですが、ちょっとサインが出てしまったんで、ちょっとそろそろまとめに入っていきたいと思うんですけども、森美先生からまだこの映画ご覧になった方々へ何か最後にまとめ的なメッセージいただければ。難しいですかね、人の宣伝するの何か宣伝でもいいですか。僕はいつも思っているのは
その湯浅短し歩け乙女だけのことではなくて、湯浅さんにそれも以前に四畳半神話体系という原作を湯浅さんにアニメ化していただいたのがすごく僕にとっては転機というか、で僕は全くその四畳半神話体系という原作はもう何気なく湯浅さんにお任せして、もちろん湯浅さんの作られた映画を見て、なんかこの映画を作る人とその僕の四畳半神話体系っていう原作が結びついたのこれどうなるんだろうっていうのを興味があったからお願いしたんですが、まあ最初はこうたまたま湯浅さんと出会ってお願いした。でその後いろんな他の原作がアニメになっていくっていう中で、やっぱりその最初に四畳半神話体系っていうアニメをああいう形で作っていただいたのがかなり影響しているというか、やっぱりどうしてもその後アニメを作る、僕の原作でアニメを作るという人はその四畳半神話体系っていうアニメを意識してあんまりこうね、なんて言うんだろう、皆さん本気で作っていただけたっていうのはその四畳半神話体系から始まったからっていうのはすごく今でも思っていますし、そういう感謝しているところですね。ちょっと夜は短しの話ではないんですけど、はい、すごくいい話です。監督の方から森見さんのその作品の魅力とかまたそういったあたりでまとめていただけると。そうですね、先ほど言った文体の魅力とかテーマ性の共感とかありますし、森見さん自分の作品のことをなんか子供のようにネーミングされて呼ばれていて、夜は短しやご長女そうですねそういう感じ娘って呼ばれて、まあその作品をアニメ化させていただくのはちょっとその時だけご長女をいただくような嫁になかなか嫁にやりたくないっていうつもりでそうですね、義理のお父さんみたいな気持ちで様子を伺いながら作らさせていただいてる、感じでした。でまた森さんの作品もいろんなタイプがあって、3部作の大学生の京都の大学生の話もありますし、またいろんな怖いものがあったり感的な少年の話もありますし、またそういうものを作ったらまた自分は違うものを形で作るんだろうなっていうふうな思いながら、特に読んだ方が面白いと思いますね。じゃあまだまだ今後が楽しみっていう感じで、よろしいですかね。はい、じゃあトークの方は以上となりますが、はい、ありがとうございます。ありがとうございました。はい、じゃあよろしいですか。はい、じゃあどうもありがとうございました。はい、ありがとうございました。これにて本日のイベントを終了とさせていただきます。皆様今一度湯浅監督、森見先生、石川さんに大きな拍手をください。